皆さんこんにちは、菅製作所工藤です。本日は酸化シリコン製膜タイムアタックというタイトルで動画を作っていきたいと思います。酸化シリコンの膜は電子デバイスに欠かせない重要な材料です。この酸化シリコンの膜を製膜する方法はいくつかあります。代表的なものは高温酸素中でシリコン表面を酸化させる熱酸化、化学的な反応によって膜を堆積させる CVD、ケミカルバイポーラデポジションという方法、そして菅製作所でも装置を取り扱っています ALD、原子層堆積法、さらにターゲット材料を叩き出して堆積させるスパッタリング法です。本動画ではこの4つ目のスパッタリング法を用いて酸化シリコンを製膜する際に実際に必要な時間について紹介していきたいと思います。それでは製膜していきたいと思います。使用する装置はこちら、菅製作所製 SSP1000 キュービックスパッタ装置です。ターゲット材料は酸化シリコンを使っていきます。使用ガスはアルゴンのみとしております。基板は4インチのシリコンウェハー。チャンバーの圧力は約 0.5 パスカルに設定していきます。RF の出力は 300W、TS 距離、サブストとターゲット間の距離が 55mm に設定していきます。基板回転はありで 5rpm で回転させながら製膜していきます。目標とする膜圧は約100ナノメートルを目標とします。上手に酸化シリコンを100ナノメートル製膜しますと、綺麗な紫色になりますので、それを皆さんに見ていただきたいなと思い、100ナノメートルを目標にしていきます。予想レートは約 17.8 ナノメートル毎分です。計算すると5分37秒で約100ナノメートルに到達する計算になりますので、そちらをタイマーセットして製膜していきたいと思います。それでは SiO2 を100ナノメーター狙いで製膜していきたいと思います。それでは、タイムアタックスタート。ではまずはじめに、ハッチを開けて基板トレイにウェハーを装着していきます。でウェハーっていうのはこういうキラキラしたシリコンウェハーです。これを装着していきます。装着した様子はこんな感じになります。これを装置の中にセッティングしていきます。TS 距離は 55mm に設定していきたいので、55mm のスペーサーを使って TS 距離を設定していきます。では、ハッチを閉めて真空引きをしていきます。はい。で、真空引きが開始されました。キュービックスパッド装置では、ロータリーポンプとターボ分子ポンプ一緒に真空引きが開始されます。通常はロータリーポンプで粗引きを行ってからターボ分子ポンプにつないでいくという操作を行うんですけども、キュービックスパッド装置ではそういうバルブ操作を一切取り除いてます。で、ものすごく簡単に操作ができるようになっております。で、こちらのようにピラニ真空計で10のマイナス1秒パスカルになってきました。この辺りでピラニ真空計から EA 型の熱陰極電離真空計に自動でこう切り替えて装置をしていきます。スパッタ製膜するにあたってどこまで真空引きをしてから製膜しなさいよっていう厳密なではないんですけども、できるだけ高真空に引っ張ってから放電を正しく上げた方が不純物ガスが少ない状態で製膜ができますので、より良い膜ができるとされています。今回はタイムアタックで時間を短くやっていきたいので 5×10 のマイナス3乗パスカルをバックグラウンドとして放電開始していきたいと思います。それではそこまで少々お待ちください。
はい、それでは 5×10 のマイナス3乗パスカルになりましたので、放電を立てて選択していきたいと思います。ではまず RF の電力を 30W オンにします。で、アルゴンのカットバルブをオンと開けると放電が着火します。で、紫のアルゴンの放電色が見えます。一回閉めます。で、この状態でバッテージを 300W まで上げていきます。酸化シリコン SiO2 のターゲットはガラスでとても硬いので、あまり早く上げすぎると割れてしまう可能性があるんですが、エロージョンが、折れている状態になってますので、ちょっと早めに上げていきたいと思います。使い始めのターゲットはすごく割れやすいんで、ゆっくり上げていった方がいいんですけども、ちゃんとエロージョンが折れて慣れてくると割れにくくなってきますので、最初だけは特に注意して上げてみてください。今 200W まで来ました。はい、300W まで来ました。反射波は 0W になっています。中の様子を見ます。きれいにアルゴンの放電色が見えます。基板回転してなかったので基板回転させます。中で基板が回っているのが確認できます。クリスパッターというところでシャッターを閉じた状態でエイジングをかけます。1分くらいで多分いいんだと思います。ちょっと待ちます。はい、それではシャッターを開けて静膜を開始していきます。シャッターオープン。で、シャッターオープンと同時にタイマーがカウントアップされまして、当初話していました5分37秒に設定してありますので、5分37秒経ちましたら、自動で RF の放電が止まります。で、それまで少々お待ちください。はい、5分37秒経ちまして、放電が終わりました。で、放電が終わったのが、このインジケーターが赤から青になったことで分かります。それでは、開けていくために、まず、ガスのカットバルブを閉じます。そして、ポンピングボタンを押すことで、待機ベントが始まります。フロータリーポンプは動かしながら、サード用紙ポンプのブレーキングが始まります。でブレーキングが始まって、羽の回転数が落ちてきたところで排気を導入して、強制的に止めていきます。はい、ロータリーポンプが止まりました。で、その後に遅延真空弁が開いて、排気が導入されていきます。はい、排気が導入されました。で、もう少しで、大気圧になって、ハッチが開けられるようになります。開けられました。さあ、どんな膜になっているでしょうか。良さげな紫になっているのがわかるかな。だいぶ紫のいい膜ができているように見えるんですけども、カメラに映るかどうかちょっと外してみますね。5分37秒静膜した結果がこちらになります。きちんと100ナノメーターの色が出てるんじゃないかなというふうに思います。で、これ止めた記録が25分24秒、ここまでの工程が完了できることになります。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。本日は酸化シリコン静膜タイムアタックというタイトルで、基板を投入したところから放電、静膜取り出しのところまで実際に何分何秒かかるんだろうというところを
験でちょっと動画でまとめてみました。結果としましては、シリコンの上に酸化シリコンの成膜を100ナノメーター行うのに25分24秒かかるということが分かりました。皆さんの実験の何かのお役に立てれば幸いです。菅製作所の YouTube チャンネルでは今後もこのような実験動画をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。